ついにですね、はい、これからマンダレー行きます。なんとかたどり着かないと、確実にニーズがあって困ってる人がいることも分かったので、僕らにできること全部何でもやりますね。お疲れ様です。よかったわ。お疲れ様です。今からネピドーに向かいます。首都のネピドー。そこにEMTCC とか政府機関とかいろいろ集まってると思うので、そこにちょっととりあえず顔を出していろんな調整をしていきます。物資の買わないと、薬とかね、いろいろ支援物資も買わないといけないので、そこでは買えるから。結構橋とかもこうガタガタになってて、こう砂利埋めてる感じ、ちょっと能登半島地震の時思い出すような。ここもかなり、これ相当やられてますね。大丈夫かな。ミャンマーの首都ネピドーに到着しました。一旦我々はこの首都ネピドーで、物資を調達して、また医療支援に向けての調整を行います。なんか卸ですね。でもだから今この中に見えるのは支援物資として購入した、もちろん飲み水。これは特に、ORS 経口補水液を作るためのお水です。でこちらソーラーランタン、ここに見えているのは我々も使うための、発電機用の燃料ですね。その他、蚊帳、大きなクーラーボックス、衛生用品としてマスクやゴム手袋といったような医療者が使えるようなものたくさんあります。 Thank you。 ジャズもう店員さんが来てくれてありがとう、支援来てくれてありがとうってタダであげるから持ってってっつってずっと言ってるんですよね。もちろん我々こういった被災地域のこの現場近くで、もちろんまだ物資がある現場近くのところで物資を購入することによってその地域の経済をこう下支えするという意味も一つありますので、お金はもちろん支払いしますということで今逆の意味の値段交渉をちょっとしているぐらいのところです。いやー暑い、日差しが強い、脱水になりますねこれ本当に。被災者もですけど、これマジで支援者も気をつけないと、これ本当に支援者側も倒れちゃう。ちょっとこれまだ優先順位としては低めですけど、支援者支援という形で今現地に入っている支援チームの人たち、あるいはもうこれ実は現地の被災者ですけども、その被災した病院のスタッフが今も病院で被災者の治療に当たってたりする、彼らのための支援というのもちょっと考えていかないといけないですね。いくらミャンマーの方が慣れているとはいえ、この気温、この気候はかなり厳しいです。ついにですね、はい、これからマンダレー行きます。普通だったら3時間ぐらいで行くらしいんですけど、多分ちょっと読めないんですけど、少なくとも5、6時間はかかるかなって。結構道路状況悪いですね。いやもう高速道路使えないんで、一般道で行かないといけないので、かなりひび割れたりとかしたので、ちょっとなんとかたどり着かないと。やっと患者さんの近くまで来たので、僕らにできること全部何でもやります。今隣の、幹線道路が、おそらく地震の影響によって通行止めになっていて、今その、迂回路のような形で未舗装みたいな側道を今通っています。ブロック塀を壊してる、倒れちゃったやつを崩してる。マンダレー市内に入ってきました。まだここからさらにこう市内ってなってくるともう少し先ですけど、そうですね、電気は一応来てる。商店も比較的空いてるようなイメージです。ところどころでもやっぱり倒壊してるような家も見られますね。ごめんなさい。一回ぺちゃんこ
あ、本当だ、傾いてるね、これも。あ、いや、一回ダメだ、完全に。外壁とかも。あ、なんか急に来ましたね。この辺急にもう柱やられて。小田さんとちょっと木のエリアしか今回一応テントでの野営っていうのも想定には入れてるんですよね。そうですね。まあテントの方が安全という話もあるんだけど、それこそ紛争もあるので、どこでテント張ると安全なのかっていうのが難しいところもあって。余震がまだ続いているのもあるので、我々がここで宿泊することで二次災害にあってはいけないので、構造評価の専門家の先生と以前レクチャーも受けていて、それに沿って今構造評価をしております。まあでもここまだ一番ひどいですよね。明日その一番ひどいと言われたら座外に行けたらっていう。まあ、とにかくでもマンダレ着きましたね。ね、やっと患者さんのところに行ける。遠かった。本当にその通り。最後までご覧いただきありがとうございました。皆さんの応援が力になります。チャンネル登録よろしくお願いします。